using sumo technique to fight the engine. 一体この絵が意味することとは。私は相撲と古代イスラエルはつながっていると信じています。何をやっつけろ。一子相伝の相撲道、太古より相撲を伝える相撲宗家がテレビ初登場。本来相撲とは神と共に行うもんなんです。そして古代イスラエルとつながる謎の相撲映像を入手。相撲は古代イスラエルの神事だった。今回調査に協力してくれるのはミスキャンパス関西2007準グランプリ青山舞子さん。相撲に隠された秘密、私が暴きます。よっこーい。本当に古代イスラエルと相撲がつながるのか。我々は相撲のルーツを徹底調査。なんと古来より横綱に免許を与えてきた家があるという吉田司家。詳しく調べると相撲の宗家とあるではないか。なんと代々相撲を伝承してきた本家本元があった。相撲宗家に会うべく熊本へ向かった。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは。相撲宗家いらっしゃいますか？私が25代吉田追風です。こちらが第25代相撲宗家当主、相撲の真髄を伝える唯一の人物である。相撲宗家というのは何ですか？今の、相撲の様式、これ全て吉田司家によって決められてきたんです。例えば土俵の企画であるとか、それから行事のいろんな登場礼式ですね、あるいは力士が登場する作法、そういったものは全部吉田司家によって定められたんですね。相撲宗家吉田司家は日本の相撲と歩んできた家。その歴史は古く、鎌倉時代後鳥羽天皇から相撲の伝統を守り伝えよという言葉を賜った由緒を持つ。1949年までは横綱の免許を与えられるのは吉田司家だけであった。相撲宗家により守られてきた相撲だが、庶民に親しまれるようになったのは江戸時代で、現在の大相撲の歴史は浅いのだという。本来のね相撲というのは神事だったんですね。天下太平、国家安全、五穀豊穣の祭りごととして相撲を奉納してきたと。本来相撲とは神と共に行うもんなんです。相撲とは神と行うもの。日本書紀には日本で初めて相撲を取ったのは野見の宿根という人物だったと書かれている。そして相撲を取った場所は奈良県相撲神社。野見の宿根さんは初めて水仁天皇さんの前で相撲を取りました。野見の宿根さんは島根県出雲の国と呼ばれていましたが、この人であるとこう言われております。相撲の元祖野見の宿根は出雲出身。ならば出雲に古代イスラエルとつながる痕跡が残っているのではないか。島根県立古代出雲歴史博物館を訪ねた。よろしくお願いします。この地域からですね、出土品で古墳時代の、須恵器というのがございますけども、相撲に関係するんじゃないかなというようなものが出土しております。そうなんですね。こちらのですね、実物は見ることができないが、写真であればと特別に見せていただいた。これがその写真なんですけどもね。うわ、本当や。相撲してますね。そうですね、四つ相撲のような感じで組み合ってると。
島根県内の遺跡から出土した6世紀古墳時代の末期、高さ約40センチ、その真ん中に相撲する人が飾られている。そのそばにあるのは壺。なんと壺との組み合わせまであのメソポタミアの遺跡から出土した土器とそっくりではないか。やはり相撲は古代イスラエルと何か関係があるのではないか。そこで聖書に詳しい久保氏を訪ねてみた。すると驚くべき事実が。相撲という言葉自体がヘブライ語なんです。なんと相撲はヘブライ語、つまりイスラエルの言葉だという。日本語の漢字で書く相撲というのは当て字ですよね、はい、で聖書の中には相撲という言葉が何度も何度も出てくるんですね。確かに古代イスラエルには相撲と聞き取れる言葉が存在した。特にイスラエルの祖であるヤコブを指す言葉としてシュモというのが出てきます、はい、彼の名をヤコブと名付けた。相撲とはイスラエルの祖であるヤコブを指す言葉だった。そして聖書にはこのヤコブが天使と相撲をしたという記述があるのだ。ヤコブは夜が明けるまで天使と相撲をした。天使はヤコブには勝てないと分かるとヤコブに言った。あなたの名はヤコブと言わずイスラエルと言いなさい。そう、ヤコブと天使の相撲がきっかけでイスラエルという国の名が作られた。つまり相撲は古代イスラエルにとって極めて重要な神事だったのである。そしてさらに驚愕の事実が。はい、八景、用意、これで八景用意。なんと驚いたことに相撲の掛け声八景用意もヘブライ語だという。一体どんな意味があるのか。ここはですね、こっちから読みますけど、八景、これが投げつけよ、これが用意、これがやっつけよという感じですね。まあ相撲の場面にぴったり合うと思いませんか。はい、すごいぴったりですね。八景よいは日本語では単なる掛け声にしか聞こえないが、投げよやっつけろ、投げよやっつけろ。ヘブライ語では立ち会いにぴったりの意味を持つ言葉となるのだ。次々と現れる相撲と古代イスラエルのつながりでは、現代のイスラエル人たちはどう考えているのか。我々はユダヤ教団を訪ねてみた。こんにちは。よろしくお願いします。 Nice to meet you, Boaz. ユダヤ教に相撲と関係しているものはありますか？ Well, yes. This is the salt. 塩です。Of the salt in the 相撲では塩で土俵を清めますよね。私たちも塩で清めたり力をもらうための神聖なものとして塩を使います。さらに丸い土俵にも重要な意味があるのだという。イスラエルでは円というのは神とつながる場所を意味するんです。ロープで神聖な場所とそうでない場所を区切ります。土俵も神聖な場所なので似ていると思います。なんと清めの塩や土俵までもがイスラエルの風習だという。そして我々は驚くべき映像を入手した。これは愛媛県の大山積神社で行われる一人相撲。五穀豊穣を願う神事で、この相撲の相手は稲の精霊だという。これはまさにイスラエル発祥の元になった神事、ヤコブと天使の相撲そのものではないか。
相撲で鉄砲という柱を相手にする稽古がありますよね。でイスラエルでは、柱というのはアシラという神様を表しているんです。確かに以前諏訪大社の御柱祭の調査で柱イコールアシラ、つまりイスラエルの神であったことが判明している。潮、土俵、掛け声、取り組み、次々と明らかになる相撲と古代イスラエル。ということはやはり相撲のルーツは古代イスラエルにあるんです。紀元前、争いにより滅亡した古代イスラエル王国。その時忽然と姿を消した失われた十氏族はシルクロードを経て日本へとたどり着いたと言われている。ならばその時に諏訪大社の御柱祭と同様、相撲という神事がこの国に伝えられたのではないだろうか。投げをやっつけろ。日本の相撲、それは古代イスラエルの神事がルーツだった。なんだか悔しいな。ちょっとそうじゃないかなって思い始めてきた。ハッキョイも意味がありますしね。ハッキョイはヘブライ語で投げつけよ、やっつけよという意味だが、残ったという言葉もなんとヘブライ語なのだ。なんという意味だと思う？こうね、土俵際残るとか、残ったから残った。意味は投げたぞ、やったぞ。つまりハッキョイ残ったはヘブライ語で投げつけよ、やっつけよ、投げたぞ、やったぞという意味になるのだ。これはもはや偶然とは言えぬ。でもだって残ったでしょ。なんで残った同じなのに投げたぞやったぞなの？違うんだ、単語が。確かにね。相撲ですね。白虎に惑わされおって、そんなの偶然じゃ証拠にはならぬわ。ならばこれはどうだ。実は失われた十氏族は相撲をシルクロードに残してきたのだ。そっか、モンゴルもそうだ。これを見て驚け。へえ。シルムね。シルクロードじゃないですか、完全に。これもう決定ですよ。もうイスラエルです。騙されるな勘太郎。全て白虎の想像に過ぎんわ。いやでもこれだけね出てきちゃったら。ではそろそろ問おうではないか。相撲は古代イスラエルの神事だった。この神説ミステリーを信じるのか。信じないのか。信じます。日本のね国技とされてますけれども、大元はイスラエルっていうのはいいですよね。なんだろう、ワールドワイドでなんたることは残念じゃ。